泊ドームです。初めて生で見た。どんどん小さくなにわ男子2022上半期ニュース。襟足を短くしたバナナ専用洋服。新大阪着いたら初見さゆりのさゆりさんに会いました。大きいやろ。大きいな。ちっちゃい言うな。おいおいおい。いやいや。ちっちゃい言うな。今回は広島に来てます。感動するわ俺これ。なかなか見えへんやん。出発進行。きゅうりのぬか漬け。続いてはですね、広島市内を観光したいと思います。いいやん。ただですね、せっかくですから、この車ではなく、広島といえば路面電車です。はい、でその路面電車に乗って市内を回っていきたいと思います。しかも貸し切りです。やったー。ありがたい。電車貸し切りでいいんやん。この近くに路面電車の車庫があるので、まずはそちらに向かいたいと思います。車庫街？せっかくやからケンとね、懐かしい場所とかも巡りたいでしょ。あ、それこそこの平和大通りとかだったら、そうなん？車の中のシーンとかほうほうほう。をここで走りながら撮ったりしたい。じゃあこれ大阪で海の線。であれ、あの薬局、俺よく行ってた薬局や。あ、めっちゃ近いんや。お世話になった薬局。あとこの交差点あるじゃないですか。はい。映画で僕最後引かれるシーンあるんですよ。そこここで撮った。あ、そうなんや。へえ。じゃあほんまに僕思い出の地。思い出や。広島っていうところで撮ってるんよね。そうそう撮った。それこそ右の白神社っていう神社は映画の撮影でも撮影させていただいた。あ、ほんまにじゃあ結構この辺で撮ってたんや。この辺でも撮ったわ。ロケ地巡りはなんか楽しいね。いいね。聖地巡礼や。聖地巡礼よ。なんか右に雑巾みたいなの落ちてんねんけど、警察に届けた方がいいかな。だって右に見えるやつはなんで？落とし物あんねんけど、ちょっと俺取ってくるわ。いやだ運転手やねんから。行くんやったら俺が行くわ。なんで行くねん。行くの。皆さん路面電車乗ったことあります？俺あると思う。ある？多分修学旅行の時に乗ったんちゃうか。お、車庫見えた。皆さん、はいはいはい。車庫見えてきましたよ。よいしょ。ほんまや。車庫や車庫。さあ、路面電車の車庫に着きました。貸し切りの路面電車なんてそう乗ることない。わあ、めっちゃある。すげえ。見えてください。こんな種類あんの？今日貸し切らせていただくのはこちらの路面電車です。いや、大きいですね、ここで見たら。これが僕らの貸し切り。はい。貸し切りだぜ。貸し切りですね。うわ、椅子かっこいい。まあ、乗車したということで、今から市内を走っていくんですけれども、せっかくですから観光もしつつ、トークもしつつ、行きたいと思います。いいね。はい、ここで行うのはどんどん小さくなにわ男子2022上半期ニュース。どんどん小さくくじで順番を決め、1人ずつ2022上半期ニュースを発表していきます。ただし前の人よりニュースの内容をより小さくしないと。なるほど。到着するまでの約30分、できるだけたくさんの上半期ニュースを見ている方にお伝えしていきましょうということです。なるほどね。そして何よりも観光を忘れずに広島を楽しんでください。よろしくお願いします。グループもこともやし、個人的なニュースもそれをしかもだんだん小さくしていかないとあかんって薄いな。大きいのも難しいし、ちっちゃいのも難しいから。これだから何周もするんで。上がりしてもする。一緒怖いや。一緒じゃないんや。一緒じゃない、続く分までしていく。オッケー。はい。じゃあ1番は大悟くん、2番は私高橋です。はい、6番道枝です。7番藤原です。これジョー君が一番ちっちゃいの。ちっちゃい。オッケー。じゃあ出発しますよ。出発進行。早いね。この音もいいよな、キッキする音。すごない普通に考えると。だって今これ貸し切りやんな。貸し切ってんねんって。すごいすげえな。旅行来たって感じする。なかなかさ、ツアー先でもさ、車移動が多いからこういうやっぱ列車に乗るっていう機会がなかったら楽しい。
じゃあそれでは参りましょう。はい。どんどん小さくなにわ男子上半期ニューススタート。まずだから第5はもうでっかいと言えばいいってことだよね。これ観葉植物使い始めた話。いやちっちゃ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 3週目の話。いやー、それで言うとやっぱあれじゃないですか、なにわ男子デビューね、こうして1年目でなんて言っても目覚ましテレビさんのテーマソングをさせていただいてるじゃないですか。サチアレでございますけど、テレビつけて自分たちの音楽が流れてるってこんだけ嬉しいんやっていうところがあって、で目覚ましさんとねいろんなこう仕事させてもらってますけど、やっぱりサチアレは大きいんじゃないかな。大きいね、それは。観葉植物よりは。いやもう全然100倍くらい。100倍って言われてる。おいこれはいい出だしやね。いい出だし、好調好調。タコさん決まりました。そうですね。違うわ。じゃあもう行きます。もう早く行きます。はい。もう今この瞬間、もう路面電車を貸し切っている。大きいね。路面電車貸し切っちゃってるからね。はい、ここからじゃあめっちゃ楽しいから。はいはい。ずっと使ってた僕のお家のベッドがありまして、買い替えました。おー、もうね、毎日寝るのはね、すごいね、ベッド買い替えた。そう、ベッド買い替えた。いつも使ってたのがセミダブルやって、はい、セミダブルやったけど、なんとダブルにしました。大きい。大きくなりましたもんね。ダブルやね。幅が増えました。増えました。観葉植物と変わらんねんな。観葉植物の方がちょっと上やな。マジか。若干上。これがミッチーのベッドやったらすっごい価値バーン。昔のベッドやったらいいやろ別に。これのやったら変わらん変わらん。めっちゃ言われるやん。いいやろ別に。人で止まってくれ。あ、でもすごいこういいスピーカーを買いました。おー、すごい白くて白い。透明なやつ。透明。白くて透明。どれ、大きさはどれかや。これくらい。うわー、でかいね。でかこの人大きい家住んでますわ。じゃあどこに置いてるんですか。そのでかさはテレビ前。ワンルームじゃないです。テレビの前。テレビの前。 6ルームぐらいあるよ。6ルーム LDK じゃなくて6ルームある。それこそ人生で初めて金髪にしたかも。あー、それちょっと大きない。大きいな。ちょっとこうなったんですよ。それは個人差がありますから。今ぶっちゃけ金髪聞いたら俺多分今この辺にいるし。ベッドより上。ベッドより上だよね。ベッドより上よ。なんか茶髪とかそっか赤ちゃんとかはしてたけど、染めたことはあるもんね。染めたことあるからさあミッチーが悩んでます。襟足を短くした。髪の毛関係ね。ちっちゃなった。ちっちゃなった。ちっちゃなったよ。もう長かったから。長い使えたからちょっと前たまには短くするかと思って1回終わった後にしたわけです。そう。それかな。いやちっちゃさ。ちっちゃなった。ちっちゃさやな。色気は。僕が一番ちっちゃいから。この新大阪着いたら勝見さゆりのさゆりさんに会いました。大きいやろ。ちっちゃい言うな。おいおいおい。いやいやちっちゃい言うな。で新大阪の改札出たら勝見さんいた。勝見さゆり&ジョーで帰った。すげえ。すごいな。でかないそれ。ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。いやいやいや、失礼やろ。大きい大きい。僕言ったらちっちゃいです。緑。あれがあれですよ。僕たちからライブさせていただくフリーアリーダーはじめましてや。が仕込みしてんのかな。あ、さあ見てください、左側。おお。原爆ドームです。どうも。原爆ドームこれが初めて生で見た。小学校の夜ここ行った。俺も修学旅行で来た。あ、そうだ。すみませんすみません。広島旅行の表紙の方いるんですけど。まや。広島ウォーカーや。広島ウォーカー。広島ウォーカー。じゃあ次大悟。俺、戻ってきたよ。結構みんなあれじゃない？みんなちっちゃかったな。あった関連で言うと、大阪の仕事で大阪に帰った時に空き時間があったからちょっと服屋さん見に行こうと思って誰か知ってるなって人が入ってきてパッて見たらカンテレのスタッフさんやった。カンテレさんか。いいカンテレさんやった。ああ、じゃあこれお、家大掃除して合計8000円ぐらいかけてき
家の中がやばなんでなんか前も言ってなんかいろんな服とかのポケットとか、なんかいろんなそのタンスの下とかから連鎖で出てくる。やばそれめっちゃなんか嬉しい気分だった。次俺もしかして流れで俺やなローソンでアナウンスしてたよローソンでローソン行くことやっぱただあるから入った時にやっぱみんなの声が流れる時もあるやんそれが俺その時入った時に俺のちょうどアナウンス流れてそれがちょっと嬉しかったそれでなんか気づかれたら全くないけどちょうどいい気づかれたのやったらすごいニュースだったもう気づかれん全く気づかれん店員さんにも気づかれんあれ声一緒やんみたいな感じだね全く気づかれんいいニュースデビュー前の時からずっと実家でサボテン飼ってて名前ボスってつけててサボテンやったんだけどそれこそ3ヶ月ぐらい前に実家に帰った時にめっちゃ大きかったうわーなるほどね超いいな観葉植物みたいな感じのやつじゃんそこまで来たんちゃうでもだってもう普通にさちょっとした上半期話せるそういけるわけしこれちょっとしたエピソードそれこそ僕上半期で一時期こう1週間ぐらいこうお腹を痛めてた時があってこうお腹緩くなっちゃっててでなんかこう固形物あんま食べんようにしてたでバナナばっか食べてたらバナナにハマってバナナ専用容器を買いましたバナナ専用適当なバナナ型の入れるやつね捨てたね置いとくやつバナナの容器を買いました確かにいいいいねいいね銀河一の撮影の時にここの切り絵のところに4つ引いてみてきた削り分けしたんだなるほどちょうどいいかまあ多分あれやな4つなの君来てるよこれ花粉症ひどいねんけど洗濯した時にうわティッシュ入れてもうたと思ったら入れてなかったあーいいねちっせ入れてたと思ったら入れてなかった入れてなかったよかったってねよかったなよかった入れてたらもう大ニュースや入れてたと思ったら入れてなかったよかったっていう入れててもそんな大ニュースじゃなくない大ニュース大ニュース話すの始まり俺さ今年も誕生日迎えたうわまためっちゃちっちゃいちっちゃいじゃないニュースキャンもんこれ当たり前のことやもんな誕生日迎えてん誕生日迎えた1月9日にそれめっちゃ考えてた。もうここ別にさ罰ゲームある広島ギャグやわそれは広島ギャグにしよう広島ギャグ10秒で考えようじゃん10、9、8、7、6、5、4、3、2、1どうぞ自分の誕生日の日に出前でめちゃめちゃ頼んだ。いいなどれ誕生日迎えただけやねんあれ誕生日迎えただけの人でも誕生日で何か頼んだ人やばいギャグじゃんこれは広島ギャグじゃんこれはじゃあ次の駅でですね到着でございますいいねあっという間やあっという間やったねどうでした路面電車いやなんか広島の街中をこうやって走るとライブ以外にも外もねこんな感じなんやって改めて勉強になった広島いい街やねゆっくり見えたねありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様ありがとうございましたありがとうございました最高ありがとうございました最高でしたそうですね。日本地図の広島を顔で表すとこんな感じ。どうでした言えたねユニフォームに着替えましたリベンジですよリベンジみんな全員一緒で一緒期間でいつか休みやったら何したいアイドル誌のコメンテーターでもみんなで沖縄に行ってみたい
バーベキューしたい、バーベキュー、バーベキュー。じゃあもうみんな違う地方行ってリモートでつなげようや。何がおもろいかな。北海道の恭平どうって。こんな感じでよ、こんな感じ。